さあ本日の朝ごはんでございます。オムレツボリュームがやばい噂を聞きつけて、こちら行ってみたいと思います。あとはコーヒーで、トニーは R さんです。おはようございます。おはようございます。今日からだいぶ長丁場だと言っています。そうだね。まあでもこんな慣れっこっすか。まあそうだね。全然確かに組手はいつもそうだから。ああ確かに。でも注目度の高い試合が続きそうだし、そうだね。なんかシンプルに面白いから、あっという間なんじゃないかな。なんだろう、2日間の日程なのに盛りだくさんだから、俺はなんかその進行とかがちゃんと行けばいいんだけど、そのなんかトラブルで、試合が中断したとかうまくいかないって時に、とんでもない時間、想定でも10時間ぐらいなんだけど、おはよう、なんかもっと久々にやばい時間行くかもなって思って。フランスは、違う大会ですけど、伝説のスタンフェスト、あれはレンヌか行ったことあります？いや、そのレンヌの時に俺いたよ。あ、いました。あれなんか終わった時もう外明るかったんですけど。そうだね。スタンフェストはいろんな意味でみんなの記憶に刻まれてる。刻まれましたね。スタンフェストは俺開幕一人で行ったんですよ。スタンフェストにレッドブルのそれこそレポーターみたいな。当時その、プロゲーマーになりたてのみんながなる前かな。なる前かもしれないですね。じゃあなんかそういう大会に招待されたり自費で行くっていう時期があったから、1、2年。その時に俺はそのレッドブルさんにこう一緒に何かやろうってなった時に、じゃあレポートで海外のコミュニティとか、そういうのを向こうから情報発信して戻ってきたらライティングして記事にしましょうみたいなのをやらせてもらったの。でただ現地スタッフとかを手配できませんと。行かせることはできるけど全部中は一人でそうって言われて、余裕っすっつって現地の格ゲーコミュニティの人に連絡取って来てもらったんよ。スタッフさんに、初めて会う人でよろしくっつって、でとりあえず会場見に行くって言われて、車でブーンってで電話番号聞いて、でスタンフェストの会場で、ルフィとかケンボガードとかあって挨拶して、じゃあそろそろ俺行こうかなって電話したんだけど全然出なくて、で会場超広いじゃん。そこから8時間8時間ですね、何もないままスタンフェスの会場放置され、でなんかこう結構探してたんだけど、スタッフテントみたいなところがあって、そこになんか誰かに連れてってもらった時にそいつがいて、両手にケーキ持ってました。でケーキデザートで俺に会うなりケーキ食うマジかっつってさすがの RC 震える。食べました？いや、一応だけもらいました。分かったよ。レンヌの思い出ですね。貴重な経験ですよね。あの大会もうないらしいですよね。そうなの？さあオムレツうまい。チーズといろんなキノコとかトマトとかを入れるかどうかを聞かれたんですが、絶対入れた方が美味しいと思います。今日あれだよね、実況解説割と交代制でやるみたいな。全員マックスですか？マックスですよ。あ、じゃあ、ずーっとキンスは休憩入っておいて。でもね、休憩の時間はあるって、あるとは聞いた。あるみたいですって言ってました。いや、慣れてないとさすがにそうですよね。一生あそこに居続けるのはきついんじゃないかなって。そしてキャスターの大変さを今回しっかりとレポートしますのでは
はい、おはようございます。今ね、これから歩いてレッドブル組手の会場に向かいます。ちょっとジャスティスチラ見えしましたけれども、今ですね、選手並びにコメンテーターが全員集まってですね、これから電車で行こうか歩いて行こうかの会議が行われて、歩いていくということになりました。レッツゴー。行きますよ。歩いたら多分ね20分ぐらいだね、このホテルから。行きましょう。レッツゴー。だから普通のタクの方が強いね。投げに行くのさ。メナたち逆走してた。何してた？逆走。いや今日は長そう。でもね、なんか今日のプレイインと LCQ は実況解説席はなんか2つしかないらしいので、僕らローテーションで、回すということになりました。でね、お休みの間はまあ練習したりとか、ちょっといい店いろいろ教えてもらったんで、そちらの方行ければなと思います。まあ行けないかもなんですが、まあそんな感じでこれから会場に向かいます。はい、こちら、プレインと LCQ の会場ですね。もうやってんのかなこれ。 LCQ 始まってそうだな。ここでイングリッシュ、フレンチ、そしてジャパニーズ、6人並びでこんな感じでやるんだ。これは暑いですね。T シャツじゃないと無理。さあ今キャスターのテストが行われるということでございます。いや、これ勉強させていただかないとね、いけないんで、まずはお二人の調整法から。ちょっと偉そうですね。これ赤いのよ。こんな時にリジェクトのクッションがある。2タイプあるやつね。Okay. You can change the sound you hear. Yeah. This is your own voice. Yeah. This is the voice of the other I see, people. I see. And this is the sound of the game and Yeah. videos. ゲーム音と、ハメゴさんの声と R さんの声をそれぞれ調整できる This スピ is ーカー off. だ。Yeah. Yeah. Okay. And this is to talk to us if you need anything. Yeah. 裏とだけ話せるボタンみたいなのもある。 I'm going to はい。あれで set up す。 the stream and show you the あれ video. です。Okay. なるほど、ここでね、チェックをして万全の状態で、さあ今こちらでねチェックの方も終えてこんな感じになります。開始もね、このように映っておりまして、近藤さんもいらっしゃる。で開幕なんとですね、僕と R さんで務めさせていただくということになりましたので、しっかりと、会場の熱を伝えていきたいと思います。それではさあ、謎に置かれたアストロシティ。あ、そっか、本線の場所もう今仕上がってそうだな。あ、すいません、失礼します。おお、スモーク焚かれてる。あ、これカメラを通すと、ピカピカ光ってるように見える。本当だ。俺たちの目には同じ絵がずっと映ってるだけなのに、閉まってたかわかんない。さあこちらプレミアルームでございます。もうねみんなやってますよ。はい、コモーニング。あ、これ俺のか。ありましたね。どういうスタイルで出るかどうしようか考えます。このスタイルでやろうかな今日は。この帽子ね、レッドブル
組手、招待選手並びに、キャスター陣の方にいただけるバッグがあったんですが、その中に入ってました。これとね、すごいあったかそうなジャケットをいただいたんですが、ジャケットはちょっとですね、会場がかなり暑いこともあって、それ着ながらの配信はちょっと難しそうです。このスタイルでやろうかなと思います。こう来たい。はいどうも、今ね LCQ 会場に来ました。もうね試合の方は始まってるみたいなので、早速ね見ていきたいと思います。やってるね。なんかね256人マックスらしいんですけど、もう埋まってるみたいです。で、真ん中にね配信台を席があったりとか、まだ配信はされてないみたいです。で、こちらには熱気すごいわ。ヒカルくんね、サウジの若手号機にみんながやられちゃったみたいだから、どこ行けるか。そしてクリムソン、彼も優勝候補の一角です。で、前方はヒルトゥ高いの。はい。ね、わかんないの。帽子かぶってるとね、気づかれません。髪のセットもしなくていいんで、ちょっと今日はこれでしたいと思います。さすが、まだ海外でしてないのにレポーターの鏡だね。じゃあ僕も失礼して、いやそれではここでやっていきたいと思います。はいどうも、今ですね、1回目の、コメンテーター終わりまして、時間があるのでこれから、YouTube さんのコメントで教えていただいたボミエというベーカリーに行ってみたいと思います。ここから、ね、歩いて15分ぐらいということで行って、買って食べて戻ってくると。今ね、R さんとハメゴさんがちょうどやってるところだと思うので、急ぎ足で行って帰ってきます。ボ&ミエですね。20時まで。これたくさんあるな。美味しそう。ちょっと待って、これマジ迷うというか、いろいろあるんだな。クロワッサン、フランボワースもあるし、気になるのをとりあえずやっちゃおうか。あとは会場の皆さんに分けてもいいし。ボミエゲットだぜということで、こちらのお店、中でもね食べれるらしいんですけど、ちょっと万が一試合がね早く終わったりすると出番が早くなるので、一旦戻ってから、こちらいただきたいと思います。今日はですね、土曜日ということもあって非常に人が多い。特にねここら辺はパリ観光地ということもあって、ここちょっとした野外マーケットじゃないですか。ラコステって多分フランスのメーカーだな、あれ。響きがいい匂いがすると思ったらお花売り場ありました。そしてジャム、こんなでもパリの本当に中心地でもこういう野外マーケットみたいなお店があるんだな。
さあ、こちら橋の上ではミュージックスタート。なるほど、これねマラバリスタですね。いわゆる大道芸。この音楽に合わせて水晶が浮いてるように見える芸。手前にはね、ディアブロと呼ばれるコマもあります。行きたいけどお仕事ありますんで。で、そう、これノートルダムの方まで戻ってきました。いやー、これこうしてみるともう修理の足場だらけだね、こっちサイドは。はい、今、アイドム対高村の激闘が終わりまして、高村が見事勝利し、ウィナーズで待ち受ける樋口とやるところまで来ました。で、ここはね、ここからは、R ハメオさんに、つなぎまして、僕は一旦プレイヤールームの方へ戻りたいと思います。でですね、こちら会場はこのようにくつろぎながら見れるスペース。ヨギボーじゃないんだな。はい、おはようさんです。さあ、プレイヤールームに戻ってまいりました。こちらのね、ボミエさんのクロワッサンです。でかい。これでね、1.2 ユーロだったかな。だいぶでかいでしょ。これ顔と同じぐらいありますから、行ってみたいと思います。どうやって食べるんだろう。ちぎらずに失礼します。あ、でもクロワッサンってなんかふわふわじゃないですか。でもこれはなんか詰まってる。ふわふわだけど詰まってます。クロワッサンは軽いからいくら食べても太らない理論が通用しなさそうなクロワッサンですね。味はね、バターとシュガー。で、甘すぎず、バターもほどほどに。まあ、しっかりと詰まってるっていうのはね、この、ボミエさんの、クロワッサン。印象でございます。このクロワッサン以外にもね、たくさん買ったんで、後でじっくり味わいたいなと思います。それでは。さて、こちらね、ボミエで買ったエクレアバニラケーキ、そしてチーズケーキでございます。いや、まずはエクレアから聞かせていただきたいと思います。先ほどのクロワッサンね、非常に重厚なクロワッサンでございましたので、こちらも非常に期待ができます。中に何か入っているのかもしれません。では早速。チョコレートクリームがぎっしりでございます。外側はこの砕いたチョコレートチップ、表面はサクサク、そして中はクリームでびっしりでね、濃厚な甘さの中に控えめなね、ビターな渋さも残っております。美味しいございます。ありがとうございます。いや、でも実況解説ね、やっぱあれはなかなか難しいですわ。プレイヤーの情報とかも集めないといけないし、中でもやっぱりゲームそのものの理解って日々進んでいくから、そこのね、今の世の中のトレンドに置いてかれないように
常に情報を集め続けなきゃいけないんだろうなと思いました。僕もプレイヤーなんでね、終えてはいる部分はあるんですけど、やっぱね、普段あんまり見てない組み合わせとかも、正直ちょっと難しいかなと、思いました。まあいろいろね、感想はあるんですが、なかなか慣れないことやると疲れるもんでございます。そんな中ね、スイーツで英気養っていきたいと思います。それでは。はい、今 LCQ そろそろ決着がつきそうです。このとの赤犬がですね、お隣の国ベルギーの、ソルティキッドを追い詰めております。さあ決まるかも。LCQ だったのは赤犬ということで、明日へ進出が決まりました。非常にレベルの高くて厳しい試合だったと思うんですけど、見事抜けて、会場は大盛り上がりでございます。それでは明日はい、今、LCQ とねプレイインの日程を終えて、帰路に着いております。さあ実況解説組はね、今日は非常に長く、稼働がありまして、今もう23時ですね、夜の。お疲れでした。いやー、実況解説もう初めてがっつり入らせていただきましたけど、やっぱこれはきついですわ。今回ね、そのローテーションにしてもらって、割とね途中時間は空いたはずなんですが、そうですね。まあでもこんな感じ。こんな感じだね。まあ、今日は単純に大会自体が長かったから。そうですね。2つの大会ありました。まあ明日も楽しみもありますから。はい。明日も楽しみですね。はい、今ホテルの部屋に戻ってきました。LCQ プレイインのね、1日目ということで、なかなか慣れない実況解説だったんで、長く、大変な1日でしたが、まあね、いい経験をさせてもらったかなと思います。そして、プレイインは樋口、そして LCQ は赤犬とですね、こちら、ガイル、明日、どのような戦いをするのか、まあ注目して見ていきたいと思います。明日もね、実況解説ずっとありますし、リハやら、何かね、コンテンツ撮りとかも、レッドブルさんの方であるみたいなので、そちらに参加したいと思います。明日も頑張ってきます。それでは、一日お疲れ様でした。また。